こんにちは、きこです。お久しぶりです。なんかね、最近ちょっと久しぶりの動画になったんですけど、モバイルのね、中の容量がなんかいっぱい、何にもやってないのにいっぱいになっちゃって、5分ぐらいしか動画が撮れないっていうね、全部の写真削除したのに、なんか5分ぐらいしか撮れなくて、謎の、そう10分ぐらいね、やっぱ撮りたいなと思ったので、撮れませんでした。最近すいません。それでいっぱいお話ししたいことなんですけど、まずブログ見ていただいた方分かると思うんですけど、このね3年間っていうのがすごい大事だってやつね。そうこの2018年19年20年っていうのが、目覚めのゲートが開いてるんですって。そう目覚めのゲートだからすごい目覚めやすいってことですね、いろんな人たちが。これに向けてね、今まで、いろんな出来事があったり、特に今年すごいよね、やっぱりいろんなことあるっていうのは、その目覚めのゲートが開いてるって、本当まさにいろんなことで目覚めよう目覚めようっていうね、目覚めてる魂もいっぱいいるしね。そうで、特にこう目覚めた後の後押しがすごいんですよね、宇宙からの。そうだからね、今年来年再来年のうちにやっぱり、できれば今年来年のうちにね、いっぱいいろんな人たちが目覚めるといいなと思って、私もちょっと積極的にもっともっとやりたいことを全部やっていこうかなと思ってるんですね、こういうスピリチュアルなことを。そしたらなんかすごいやっぱアイデアとか今日すごくて、もうびっくりしちゃうぐらいのなんか、なんだっけ、そうそう、今ライトワーカー講座受けてくださってる方がね、とか、あとこうスターシード、周りやっぱねちょっとスターシード多いんですよね。宇宙から来てる、もう本当に種が弾けた人たちだから、その人たちがやっぱこうつながってみんなでこう光の柱を下ろせたらいいなっていうのが一番あって、そうどうやったらつながるかなっていうので、私もサロンっていう形とか取ろうと思ったんですけど、なんかあんまりピンとこなくて、それでなんか講座っていう形でいろんな人たちが今ライトワーカー講座を受けてくださってる方が、その今実践講座の中に入ってきて、いろんな人たちがつながれるようなものを、この、実践講座の後のものも、講座以外のところでもね、なんか作っていこうと思ってますので、とりあえずライトワーカー講座を受けてくださってる方はこの実践講座に入れるようにしたいなと思っています。で、実践講座の方もお申し込みちょこちょこもう今日出していただいてるので、つながるとこがつながってくると思うんですね。そうみんながこう横にね、ユナイテッドっていうか、なんだろう、横につながるっていうのがすごい大事だと思うので、なんでかっていうと、やっぱスターシードとかねライトワーカーの人って本当にね合ってる人とかね、本当に心を許せる人っていうのが少ないんですよね。そうだからこう自分に本当の力っていうのが出せなかったりしますから、この横のつながりができるといいなって思ってますので、面白いこともっともっとやっていきたいと思ってます。あとね、もう一個ね、この YouTube なんだけど、すごいね反応がすごい良くて、こんなインドからで、最近ハッピーちゃんがさあれやってんじゃん、朝瞑想でも。私ねあの時間起きれないんですよ。インドの時間3時半だから起きれないんですね。どうしたって4時ぐらいなんですね、やっぱり4時に起きてる感じだから、3時半じゃ夜じゃん。そうで、あれはちょっと入れないんだけど、動画とか見てて面白くて、で私だったら何やるかなと思った時に宇宙語やりたいんですね。ひたすらそのなんて言うんだろう、ああいう中で宇宙語を喋ってなんかライブ配信したいっていうのがあるんですね。でできる時間考えた時に朝無理だし昼無理なんですね。もうなんか何時になるか分かんないから、そうすると夜なんですよね。だから、インド時間が、8時ぐらいだとね、日本の時間12時ぐらいなんですね。誰も別に見なくてもいいっていうか、なんで録画したやつをさ見てもらえばいいから、録画のやつで、みんな YouTube のやつ見てもらいたいなと思って、ライブ配信で夜の12時か12時半ぐらいから宇宙語をひたすら喋る、なんかライブ配信やってみたいな、毎日やってみたいなって今思っててワクワクしてます。誰が見んだろうね。
そうそう、でもすごい考えるだけですごい嬉しくて、そうなんかこういうこととかも考えてるとやっぱ宇宙からの後押しすごいんだよね。やりなやりなみたいな、面白いねみたいな感じで、みんなも面白いと思わない？夜中の12時に宇宙語、インドから宇宙語喋る人がいるとか、なんかやばくないですか？やばさ半端ないですよね。そうなんかこういうのちょっとなんていうのかな、人のね枠が外れるようなことをもっとやっていきたいなって思うし、私も宇宙語喋ってもっともっと枠外していきたいのでね、毎日喋ってみようかなと思っています。はい。でそうですね、今日は何を話そうかな。体調崩してる人多いんだよね。目覚めのゲートがこの3年間のうち開くから、でそう目覚めのゲートの話忘れてた、ごめん。そう目覚めのゲートが3年間のうち開いて、それが終わった後になんと次開くのが2万年後ってやつね。もうとんでもない、先なんですよ。そうだから、今のうちにね目覚めた方がいいし、逆にこうたくさんの人たちを目覚めるために私たち生まれてきてるんだなっていうのが、やっぱりマヤ歴で私出てたんですね、はっきりと。2012年ぐらいから強引なその旦那さんと別居したとかね、知ってる方もいると思うんですけど、やっぱりなんでこんな人生初でこんなに落ちたっていうのが初めてだったんですけど、2012年からやっぱりそのマヤ暦の金っていうのが変わってたんですよね。赤から白に変わっていて、もうほんとスピリチュアルな方向に行くようにグワーって感じで、そう変わっていて、で特にこの3年間っていうところに、本当にこうシフトして、なんていうのかな、拡大するようになってるんですよ、私の星がね。マヤ暦か。そうだからこの3年間できる限りのことをやりたいなと思っていて、そうこの YouTube のね配信もすごい楽しいし、でいろいろみんな反応してくれるみたいで、やりがいがありますので、もっともっとやっていきたいなと思っています。であとその体調を崩してるっていうのが3次元からね5次元に地球が上がってるっていうのが私も分かって、知ってる方多いのかな。4次元飛ばしてんだって。次元1元飛ばすってすごくない？ 1 元っていうのなんかすごくないですか？ 1 元飛ばしちゃってるからね、一つの次元だけ飛ばすっていうだけでも本当にすごい労力なのにね、3次元から4次元に上がるってすごいことなのに5次元まで行っちゃってるわけだから、すごいね体調崩してる人が多分多いね。だから肉体を持って私たちアセンションしていかないと。だからこの肉体をやっぱ調整してるみたいなんですね今。だからうちの家族でいうと、もうお父さんお母さん手術したんですよ。大した手術じゃないんですけど、なんかこうやっぱり調整っぽい感じの手術だよね。そうなんですね。なんかもう家族の中にこういう感じでいるっていうのもすごいあれだな。で旦那さんも、うちの旦那さんもやっぱちょっと調子崩してて、今取り戻してきたんですけど、そういつもそんなに調子悪くないのに、なんかとても調子が悪いっていう人が多いかもしれない。あと親とかね、親が手術したとかいう話も聞くし、ご自身がね何かあった場合はいい方向に向いてるって思った方がいいと思います。逆になんかこう歪みがあるような体で5次元まで上がってしまうと、やっぱね本当に最悪な状態ね、死んじゃうっていうことがあるんだよね。私もお兄ちゃん死んじゃったからね。いきなりやっぱ次元が上がるっていうのは、その次元に耐えられなくなってくるとやっぱり死っていう方向に行っちゃうんだよね。悲しいっていうよりもやっぱそこに順応できるような魂とかね、肉体だけが残ってくっていうのは自然なことだと思うので、そのことに順応できるように、今のうちにやっぱり調整しといた方がいいと思う。2020年までにだからやっぱりいろんなこと調整が入ってくると思うんですけど、今年来年再来年っていう感じでたくさんいろんなことがあると思うんですね。だけどみんな起きてます。やっぱりこの時を私たちはね、だから2万年前にこういうような時があったんですよ。でこのサイクルが私たちのねこういうサイクルになって今ここで生まれてきてるっていうのは、こ
この2万年のね時を経てきてるってことだから、大事にねこの時を過ごそうと思う、過ごしてみましょう。そうやっぱりねすごいこの先に最高なことが待ってますから、今も楽しいしね。私もなんかこういう人生でねこんなことこんな YouTube とかで配信したり、なんだろう、スピリチュアルなこととかもね、まさかこんな宇宙語喋るとかとんでもないみたいな感じだったけど、まさかこんなことやると思わなかったけど、皆さんの中にももっともっとねもっともっと変わると思うんですね。そう私ももっともっと変わると思うし、それのためのいろんなことが起きてると思いますので、安心していい方向に必ず進んでいますので、安心していただいて、あと目に見えていることとか、あと何て言うのかな、あんまスピリチュアルじゃない人たちの言うことはあんまりね気にしすぎない方がいいと思います。やっぱり不安なことばっかり言うからね。そう不安なことばっかり言ってる人は不安なことをやっぱり体験したいからね、ほっとけばいいんですよ。何を自分が選択するかっていう、なんかもう宇宙は自由ですので、自分が何を選択したいかなっていうのを自分がねいいなって思う人たちと一緒にいればいいし、楽しいなとか、なんだろう、いい気分だなっていう時間をなるべく過ごすようにしていただくといいんじゃないかなと思います。では、また動画配信します。ではでは。